この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますので、お待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。いきなりですけど、このイラスト見てください。このイラストよーく見ると、ほら、絵の輪郭の横に、細く違う色が重なっていて、シャープなのにどことなくぼやけたような効果が追加されていますよね。なんかおしゃれ。これは、色収差とか、半ズレとか言われる効果で、原理は後で説明しますが、この効果をイラストに追加することで、まるで写真でそのシーンを撮影したかのように、リアリティを絵に追加することができちゃうんです。今回はですね、この色収差の効果を誰でも1分でイラストに追加できちゃう、イラストをおしゃれに簡単色収差のやり方を紹介していきたいと思います。ほら、色収差効果を載せたイラストと載せないイラストを比べてみると、臨場感が変わって見えますよね。この色収差効果、すごく視覚効果が高いので、ここ数年ですごく使われているんですけど、おそらくですね、この動画を見ている人の中には、なんか難しそう。自分はデジタル初心者だから、こんな難しそうなの使いこなせないかも。なんて諦めている人も多いんじゃないでしょうか。でもですね、それ完全に間違ってますよ。色収差はですね、超簡単です。やり方を覚えさえすれば、2回目からはもう冗談抜きで1分でできちゃうぐらい簡単なんですよ。この動画を見ていただければ、このおしゃれな色収差を誰でも簡単に1分で追加できるようになっちゃいます。ぜひ最後までお付き合いください。色収差のやり方。それではもう早速やり方説明していっちゃいますね。今回は Photoshop というソフトを使用しますが、他のソフトでも概念は全く同じなので、やり方はそのまま違うソフトで応用が効きますので安心してください。まずは1枚のイラストを用意してください。今回僕は以前描いたなぎさちゃんのイラストを使用します。そしたらですね、こちらのイラストのレイヤーを一旦全部統合します。注意としてはイラストを全部統合しますので、それ以前のレイヤーが分かれたバージョンは必ず別に保存しておくか、このように複製をしてから統合することをお勧めします。そしたらですね、統合したレイヤーの上にレイヤーを1枚作り、レイヤーモードを乗算にします。その後、今ある2枚のレイヤーを2つとも選択して2回コピーを繰り返してください。はい、そうするとこのようにイラストのレイヤーと空の乗算レイヤーが3セットできましたね。そしたら一番下の空の乗算レイヤーを選択します。そしてこのレイヤーを赤で塗りつぶすんですが、この赤はですね、きちっと数値を入力して赤を作ってください。このようにカラーピッカーを表示して R255G0B0 と入力し、この赤で塗りつぶします。そうするとですね、こんな真っ赤な画面になりました。そしたらその上の空の乗算レイヤーを再び選択して、今度は緑で塗りつぶします。この緑も値を入力しましょう。R0G255B0 の緑です。先ほどと同じく真緑の画面になりましたね。そしたら次は同じく一番上の空の乗算レイヤーを選択して、今度は R0G0B255 の青で塗りつぶします。ちょっと不安なほど真っ青な画面になりましたよね。そしたらですね、今作った赤、緑、青の3つのセットをそれぞれ統合します。でですね、次にこの緑、青のレイヤーをレイヤーモードスクリーンにしましょう。すると、はい、なんと元のイラストの色に戻りました。これはですね、光の三原色 RGB を強度を変えて混ぜ合わせることで全ての色を再現できるっていう光の性質を利用した色の再現方法ですね。これで色収差の下準備は整いました。ここからいよいよ本番です。といってもここからはね、結構簡単、そして楽しい作業です。今作った緑のレイヤーを選択したら、レイヤー全体に自由変形をかけましょう。Photoshop だとコマンド T ですね。ピントを合わせたい部分に中心点を持ってきたら、目分量でいいので、こんな風に少しだけ拡大してみましょう。そうするとほら、色収差の効果でピントがずれたような絵になっていくのがお分かりいただけると思います。こんな風にアップにするとより分かりますね。さらに次は青のレイヤーを選択して同じように自由変形をかけましょう。こちらも目分量でいいですので、変形で拡大していきます。もしね、どのくらい拡大すればいいのか分かんないっていう場合には、緑、青ともに 102% から大げさにかけたい
い場合には 104% ぐらいかけてもいいかもしれません。はい。これでですね、色収差の効果をイラストにかけることができました。どうでしょう？かける前とかけた後。こんな風に比べてみると、ほら、イラストが写真になったような、キャラクターが本当にそこに存在しているような臨場感がアップした感じがしますよね。これが色収差効果の威力です。ここまで慣れればだいたい1分ぐらい。そして今紹介した作業をアクションに記憶させてしまえば、ボタンを押すだけですから、1秒で終わってしまいますね。めっちゃ簡単でしょ？はい。このように、色収差の視覚効果は非常に高くてお手軽なんですが、ただですね、それゆえにちょっと鼻についてしまうこともある表現でもあるんですね。特にイラスト全体に対してビャーって大げさにかけてしまうと、逆に見づらいというか、見ている人が、あれなんかイラストボケて見えるな。俺目悪くなったかななんて違和感を感じてしまうこともあるので、注意したいところです。なのでここからは僕がおすすめするイラストならではの色収差応用編をお伝えしていきたいと思います。背景だけにかける。まずおすすめなのはですね、キャラクター以外の部分、背景のみ色収差をかけてしまうっていうやり方です。写真では画面全体にかかってしまう色収差効果を、イラストの場合にはレイヤーを分けていますから、イメージがボケて欲しくないキャラクターにはかけずに、それ以外の部分だけかけることもできちゃいます。やり方は簡単ですね。先ほどイラストを統合して、その統合した画像に色収差の工程を施してきましたが、今回はこのように背景のみ統合したデータを用意して、そこに先ほどと同じように色収差の工程を施していきましょう。やり方はさっきと全く同じなので省きます。やり方を忘れてしまった場合には、さっきのシーンに戻って確認してみてくださいね。はい、このように背景に色収差効果を載せることができました。そしたらね、ここに色収差をかけていないキャラクターのレイヤーをペッて載せます。こうすることで、キャラクターはピンボケしていない。だけど背景は色収差が載って、ぼやけた効果が載ったイラストができました。こうするとね、キャラクターは非常に見やすいイラストのままですから、色収差によってうってね、目が疲れるような印象を軽減することができちゃうんですね。まあでも、ただこれだとね、キャラクターと背景がパキッと分かれすぎていて、なんか画面全体の統一感がなくなっちゃったよっていうのが気になる方もいるかもしれません。そんな時には次の方法がおすすめですね。統一感を持たせる。やり方はこちらも簡単です。はじめに紹介したように、まずは一旦色収差をキャラクターと背景全部にかけます。そしたらですね、ここからが違います。はじめにコピーして残しておいた色収差がかかっていない画像がありますよね。これを色収差がかかったレイヤーの上に乗っけます。はい。そしたらですね、このレイヤーに対してこのボタン、レイヤーマスクを適用して、レイヤーマスクを黒で塗りつぶしてしまいましょう。そうするとね、レイヤーマスクを黒で塗りつぶすっていうことは、このレイヤー全部非表示にするっていうことですから、再び下のレイヤーが現れて、全体に色収差がかかった状態になりました。そしたらね、ここで描画色白を選んで、レイヤーマスクに対して白で描いていってみましょう。そうするとほら、白で描いていったところだけ色収差効果が消えていきますよね。これを使ってキャラクターの顔周りだけ、こんな風に色収差を消してしまうっていうやり方です。こうするとですね、さっきのやり方ではキャラクターと背景きっちり分かれてしまって、画面に統一感を持たせることができませんでしたが、このやり方だと顔周りは色収差が効いていないけど、顔から遠い足や手の部分には色収差がかけられて、画面に統一感を持たせることができちゃうんですね。こんな風に実際のカメラレンズ効果とは異なり、イラストでは部分的に色収差を適用したり、適用しなかったりすることもできちゃいます。これを有効に活用することで、見やすくおしゃれな効果を生み出すことができちゃうんですね。エフェクトだけにかける。ただね、やっぱり色収差効果って視覚的にものすごく訴えかける効果が高い分、違和感を感じてしまってちょっと苦手っていう人も多いんですね。そういう場合には部分的に適用してあげるっていうのもいいと思います。特にエフェクト表現との相性がいいと思いますね。やり方は今のやり方の応用編ですね。最初は全く同じキャラクター全体に対して色収差をかけた画像を用意して、先ほどとは逆に色収差をかけた画像を色収差をかけていない画像の上に重ねます。そしたらレイヤーマスクで色収差がかかっている方のレイヤーを黒く塗りつぶして非表示状態にしましょう。そしたらですね、ここから色収差をエフェクト部分にのみ適用します。この白く舞っているパーティクルですね、こちらのレイヤーをコマンドプラスクリックすると、こんな風にエフェクトの形に選択範囲を取れます。そしたらこの状態で選択範囲を変更、拡張を選んで10ピクセルほど選択
範囲を拡張しましょう。そうすると選択範囲が広がりました。この状態でレイヤーマスクを白で塗りつぶします。そうするとほら、白いパーティクルの周りだけ色収差効果を追加することができちゃいました。画面全体ではなく、こんな風にエフェクト表現のみ色収差の効果を持たせることで、イラストは見づらくせずに、あくまでシャープな印象だけど、少しだけ味付け程度におしゃれな視覚効果をまとわせることができちゃいました。色収差を画面全体にかける、キャラクターだけにかける、エフェクトだけにかける、時と場合によって全体にかけたり部分的にかけることによって色収差の効果を使い分けることができれば、あなたも色収差マスター。ぜひ好みの使い方を見つけて色収差の効果活用してみてくださいね。以上が今日僕がお伝えしたかった色収差のやり方でした。いかがだったでしょうか。それと同じくお手軽で効果的なイラストのフィルター効果には、こういったパーリンノイズと呼ばれるノイズ効果もあります。これもですね、以前紹介したところものすごく反響があったんですけど、こちらを紹介した動画、これだけ厚塗りが簡単にできる手順とはもおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。